サルどうも。今回は野菜です。大根を使ったステーキですね。春夏秋冬大根はね常に食べたくなるんですけど、特にねちょっと冷え込む時期はもうこれは間違いなく大根ですよね。スーパーの野菜コーナーとか行って大根あるじゃないですか。大根たちがやっぱこの時期はこうちょっと強気な姿勢に見えるんですよね。俺なしじゃやっていけないだろっていうぐらいのね、なんていうか気迫を感じますよね。大根を買う時って白菜とかと同じようにね、こう1本丸々買うと消費しきれないからっていうことでね、半本サイズだったり3分の1だったりをチョイスしがちだと思うんですよ。ところがどっこいね、この大根ステーキを知っちゃったらはっきり言って一撃でなくなりますよ、1本なんて。そんなわけで下処理からちょっとやっていきましょうか。皮はねあれですね、少し厚めに剥いてます、余裕を持って。それで面取りですね。面取りもピーラーでできますし、さっきみたいに包丁で、慣れてる方でどっちでもこれは大丈夫です。でそれらができたらですね、今度は格子状に切れ込みを入れていきます。細かめに入れておいた方が味も染み込みやすいですし、焼いた時のね焼き目も綺麗に見えると思うんで、ここはねちょっと慎重にいきましょう。ポイントとしては刃を下に向けて大根の少し奥まで刃先が入っていくように構えることです。厚めに剥いておいた皮はお味噌汁とかにね回してもいいんですけど、今回はね、皮の方もちょっと出汁の役割で使います。大根に塩をして、で皮と一緒にねボウルに入れてください。そしたら市販の顆粒チキンブイヨン、お湯で溶いたものを加えます。あと昆布を1かけら。チキンブイヨンはもちろん、コンソメでもいいですし、鶏ガラスープでも、これは何でも大丈夫です。おすすめはチキンブイヨンですね。そしたらふわっとした感じでラップをかけてレンジで軽く火を入れていきます。軽くというか600ワットで10分ほど。比較的短時間で中まで味を染み込ませやすくするためにはこのやり方は便利だと思いますね。でもこれでもねまだ火入れとしては、十分ではなくて食べれるんですけどね、ここからまたさらに味を染み込ませていきたいんで、しっかりと水気を取って焼きの作業に入っていきます。電子レンジはね早いんですけどね、これぐらいのサイズ感だったらいいんですけど、よりこう大量調理する場合っていうのはちょっと電子レンジだとね収まらないかもしれないんで、そういう時はねやっぱり鍋使った方がいいですよね。当然ですけどね、一長一短ありますよね。はい。そしたらですね、ニンニクオイルを作っていきたいんで芯を取り除いてみじん切りにしていきます。フランス料理だとあんまりこう大根って使うイメージがないかもしれないんですけど、結構フォアグラと相性良かったりしますね。フォアグラってこう結構こってりしてるじゃないですか。それに大根のねみずみずしさだったりさっぱりした感じがね非常によく合うんですよね。今となってはね本当によくある組み合わせではあるんですけどね、なんか僕の知る限りだと、ね、この組み合わせをやってスペシャリテを作った方がクイーンアリスっていうフレンチの石鍋シェフ。誰が一番最初に考えたかまではねわかんないんですけど、なんかその組み合わせといえば、石鍋シェフっていうね印象が僕の中であります。料理の鉄人とかにも昔出られててね、ヒゲを蓄えてかっこいい方だなってね思いました。ヒゲ伸ばそうかな。それでこれ今ニンニクオイルを作ったんですけど、フライパンにオリーブオイルとニンニクどちらも入れて、ニンニクがちょうど泳ぐぐらいですかね、オリーブオイル加えて弱火で5分もあればいい感じに香りがオイルについて、でニンニクがね程よくこうチップみたいな感じになりますね。そしたら引き上げて、で今度は油だけ使っていきます。このニンニクのオイルですね。それで大根加えて中火でじっくりと焼き色つけていきます。この時もね少しだけ押してあげるといいですね。こんな感じで香ばしい焼き色ついてきました。でね、これぐらいがねそのまま食べるんであれば程よいのかもしれないんですけど、この後ね最初に作っておいただしでね煮てきますから、
少しね焦がし気味に焼き色つけておいた方がおすすめですね。そう食べる段階でちょうどいい焼き色ってなるとね、煮汁加えた時にね焼き色落ちちゃうんで、ちょっと攻め気味にしましょう。でこのバターがねまたいい味出してくれますからね、できればバターも使ってください。それで煮汁を加えてだいたい3分から4分ぐらいすればね、程よく中まで染み込んできてくれてると思うんで、あとこのね煮汁を少し大根にこうかけながら仕上げていきます。で味見ておきましょう。よしよし。程よくソースとしてのね役割にもなってほしいんで、味っていうのはしっかりここで決めておきます。でニンニク、さっきチップにしたやつですね、これをアクセントに加えて、こう鍋をね傾けた時にソースがねいい感じにつながってれば OK です。この時に分離しちゃってたら少し水とか煮汁加えてください。それじゃドレッセンいきましょう。でもこれは豪快に盛り付けてソースもたっぷりとかけてあげるだけです。そして仕上げに黒胡椒。これねいい意味であれですね、一瞬大根かってね思っちゃいますね。これはなんだろう、なんかねやっぱホタテっぽさもある。食べててすごくこうジューシーなホタテ食べてるような感じに陥る気がするんだけどな。伝わってほしいこれ。いやこれ倍で仕掛けても全然すぐなくなりますよ正直。だって2分の1にカットしたやつ一口でもう全然いけちゃう。うますぎだろ。やっぱチキンブイヨンで旨味を吸わせて、そこにね少しだけ昆布入れたりもしてますけど、で最後しっかりと焼いてまたそれをねフライパンの中で吸わせていくから、もう旨味の暴力かっていうぐらい大根が旨味吸ってますね。ほんのり効かせたバターもまたねいい仕事するんだよな。これすごいよな、やっぱこれはすごい。というわけで大根ステーキでした。大根とはね思えないぐらいの食べ応えあるんで、ぜひ試してみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。